はーい、電吉クラブです。ご視聴ありがとうございます。今回はセクションジオラマ制作動画第6弾。いよいよ完成に向けて架線柱を設置したり、線路周辺の付帯設備やバラスト巻き、変わった工作としては駅構内にあるご神木樹齢300年の大欅をちょっぴりリアルに仕上げます。どうぞ最後までお付き合いください。武井温泉駅収納式の駅ジオラマ制作も第6弾。いよいよ完成間近です。始まるよ。セクションジオラマの制作もいよいよ架線柱を取り付けるタイミングがやってきました。架線柱は早めに取り付けてしまうと工作の邪魔になるし、かといってバラストを巻いてからでは足を固定するのが不安定になってしまいます。そろそろ大丈夫かな、頃合いを見計らいながら取り付けていくんです。合成ゴム系接着剤をたっぷりめに塗ってベースボードにしっかりと固定します。架線柱はいろいろなメーカーからいろいろなタイプが発売されていますが、田舎のローカル線の表現にはトミーテックのジオコレの架線柱が一番なんです。ちょっとしたヨレヨレ感に泣かされますね。で、ジオコレの架線柱には複線用が出ています。単線仕様同様の貧弱な仕様がたまりません。駅構内には複線用を使用します。構内踏切の厚さ 1.2 ミリのプラ板に穴を開けて取り付けます。この踏切が使われていた頃から立っているんですから、人の動線を意識した位置に設置しました。複線架線柱にも単線同様にボード接着用の足がありましたが、ここではカットしてあります。あらかじめホームに計 1.5 ミリの穴を開けておいて、そこに差し込むように取り付けるんです。3本目の架線柱を設置していますね。架線柱がつくと俄然電鉄っぽい表情になりますよね。反面、電車をレールに乗せたり下ろしたり、トラブル解消の時には結構邪魔なんです。そのためにトミックスや加藤の架線柱はベースだけ固定して取り外せる仕様になっていますね。今度は鉄道用の信号機を取り付けます。僕はグリーンマックスのキットを組み立てました。こんな出来栄えです。電車が出発していく方向の運転席から見やすい位置に取り付けます。鉄道は左側通行ですので、想定では下り電車はこちら側に右から左へ走ります。ですから鉄道信号はあの位置になりますね。運転手さんの視界に入りやすいように取り付けるんです。今度は上り線の方にも信号機を取り付けます。こちらも運転手さんの目線の先に取り付けるんです。はい、こんな感じです。信号機もバラスト敷設前に取り付けておくといいんです。続いてキュービクルと軽電箱の設置です。こちらはグリーンマックスからキットが発売されています。電車の窓からよく見える軽電箱、なかなかの表情にできています。僕はこの後バラストを巻くことを想定して下に 1.2 ミリのプラ板でかさ上げしてから取り付けています。今度は大きなキュービクルですね。こちらもプラ板でかさ上げしてあるのは軽電箱と同様です。最後にもう一個軽電箱が出てきましたので取り付けます。あ、プラ板が取れてしまいました。こういう時は落ち着いてやり直せばいいんです。プラ板を先に所定の位置に貼り付けて、後から軽電箱を貼り付けます。このように鉄道関連の施設で線路周辺が賑わってくると、いよいよ完成が近づいてきた印象ですね。今度は駅の上り方面側の踏切脇の娯楽施設の裏手に私有スペースを確保します。踏切との隙間を埋めながら鉄の柵を取り付けることで
構内にバラストをまく範囲が決まります。こうやってバラスト巻きをするための注意固めをしていくんですよ。次に町の付帯設備も取り付けを進めます。温泉街にはあちらこちらにアーケードがあるので取り付けます。駅前通りから折れて温泉街に続く通りにも温泉宿からの要請でアーケードがつきました。行政は町おこしも見据えつつ、いろいろな方面からの声を聞きながら町づくりをするんでしょうね。今度は町の一角にある共同浴場の設置です。施設が小さかったのでここに取り付けます。町営の共同浴場でこの温泉がブームになる前に町の人々が利用していたところです。今では温泉宿が何軒も並ぶ温泉街になりましたが、その原点はこんな小さな共同浴場だったんですね。共同浴場の前には小さな駐車場、今でもこの町の住民たちは徒歩や自転車で通ってくるんです。裏手には温泉減圧装置の塔が温泉らしさを物語っています。温泉街って素敵ですよね。こんな感じに設置できました。これ庭にあったんですが、僕の父が昔大切にしながらも枯らしてしまった盆栽なんです。どうですか？根上がりっていう樹形なので大気中に根が浮いていてとてもかっこいいですよね。ですからこの幹を利用して池と公園の線路を挟んだ反対側にご神木を作ろうと思います。これだけ太くて本物ですから幹肌も自然だし、あとは高さを収納箱に入るように調整しました。まずは根を一定の場所で切り揃えてベースになる地面に植え込んでいきます。貼り付けには合成ゴム系接着剤が活躍します。ベースはご覧のようなサイズの 1.2mm プラ板です。合成ゴム系接着剤の良いところは接着するまでの時間が早いことでしょうか。ほら、もう手を離しても大丈夫。向きや角度に不満があれば固着するまでに修正もできるんです。はい、昨日固定したこのご神木にですね。これ加藤の樹木キットを使って枝を付けました。キットの枝の部分を適当な大きさに切り取って樹木に開けたドリル穴に差し込んで固定しています。このベースに今日は葉っぱを茂らせて立派なご神木に作り上げたいと思います。父が大切にしていた盆栽が我が家の地方鉄道でご神木として蘇ります。では葉っぱをつける作業を2倍速で見ていただきましょう。まずは盆栽頭部から復元していきます。葉っぱはトミックスのフォーリッジを合成ゴム系の接着剤で取り付けていきます。こんな感じです。まず樹形の良いご神木にするために頭の部分にはフォーリッジをたくさん使って大きな塊を作ります。樹木の足元には昨夜のうちに池の周りと同様に石を並べて固着させることで安定させています。どうですか？頭の部分がフォーリッジでどんどん重くなっても足元ががっちりしているので大丈夫なんです。ではどんどん作業を進めましょう。まずは枝に厚みを出すために枝の裏側にフォーリッジを貼り付けていく作業です。枝の裏側にゴム系接着剤をたっぷりと塗っていますね。ある程度の範囲に塗り終わったらフォーリッジを葉に見えるように取り付けていきます。こうやって裏側から葉をつけるために逆さにしますので、頭部の製作にはゴム系接着剤を使ったんです。木工ボンドとゴム系接着剤、それぞれの特徴を生かして使い分けます。枝の裏側にゴム系接着剤を使っているのも、早く枝の表側の作業に入りたいからです。ゴム系接着剤は粘着性がとても高いので、すぐにひっくり返してもフォーリッジくらいなら落ちません。
5ミリから10ミリ程度の大きさのフォーリッジをご覧のように一つずつピンセットで拾いながら作業します。一つの枝にフォーリッジを10個程度使うので、作業スピードはかなり遅いんです。しかし密度は細かい方が出来栄えがリアルになるので、頑張るしかありませんね。枝の裏側に粘着性の高いゴム系接着剤で葉っぱをつけたので、今度は枝の上側の葉っぱをつけます。枝の上側は木工用ボンドに切り替えます。まず枝の上側に木工用ボンドをたっぷりと乗せるんです。こちら側は葉を乗せたら長時間放置できるので、木工用ボンドを使うんです。それでは枝の上に木工用ボンドをたっぷりと乗せたので、フォーリッジを並べる作業に入ります。枝の上にフォーリッジを並べる作業はただ置いていくだけなので、木は置きっぱなしにできるし、両手が使えるので作業はどんどんはかどります。蓋の上に細かくちぎったフォーリッジを用意して、サイズの大小を選別しながら必要な位置に必要なサイズのフォーリッジを並べていきます。木工用ボンドは乾くまでに何時間も要するので、慌てて作業する必要はありません。また木工用ボンドは色が白いので、葉っぱの付け終わった枝とまだの枝を一目で判別できるので、作業の進捗状況が常に把握できるメリットもあるんです。どうでしょうか。白い部分がなくなったので終わりですが、もう一度白いところが残っていないかチェックしながら、必要に応じて手直しをしてあげます。こんな感じですね。それではご神木らしくしめ縄を張っておきましょう。藁のイメージを紐で表現してみましょうか。どうでしょうか。ご神木としての風格が出てきますよね。天然素材なので得られる味かもしれません。それではしめ縄を貼り付けます。ちょうど良い長さにカットして合成ゴム系接着剤で貼り付けます。しめ縄の両端に5ミリぐらいずつゴム系接着剤をつけておいて、半乾きにしてから作業するんです。ご覧のように半乾きのしめ縄同士をピンセットで寄るようにして押さえると簡単に接着できました。根元から5メートルぐらいの高さでしょうか。しめ縄が樹木に神々しさを与えてくれました。しめ縄がついたので、次はしめ縄についている紙のひらひらを取り付けます。ちなみにこの紙はシデというらしいです。ティッシュを細かく切って貼り付けます。ティッシュの破片をたくさん作って、一旦に木工用ボンドをちょんとつけてしめ縄の上に置くんです。本来のシデは雷のようなギザギザの形をしているようですが、150分の1の世界では省略です。たとえストレートな切り方であっても、シデをつけるとますますご神木らしく見えてきます。どうでしょう。これでご神木は完成したので、次はジオラマに取り付けていきましょう。完成したご神木を駅のジオラマに取り付けていきましょう。公園の反対側にスペースを用意しました。大きな欅のご神木と真っ赤な池の橋がこの駅のランドマークになってくれることでしょう。鹿湯温泉駅セクションジオラマの制作もいよいよ最後の局面にやってきました。まだ仮の地面であるプラ板が露出している部分にバラストを巻いて仕上げようと思います。僕はモーリンのリアルサンドというバラストを複数色ブレンドした電気紙オリジナルカラーを使います。モーリンのリアルサンドはバラストの細かさがちょうど良くて、田舎の地方鉄道の土に埋もれたバラスト感が出せるのが気に入ってずっと使い続けているんです。ですから線路のバラストだけでなく、鉄道敷地の一般の地面表現にも使っています。
ご覧いただいているのは駅のホーム裏の部分ですが、ここには背の低い樹木を植えようと思います。リアルサンドを巻き終えたら、このように中太の絵の具の筆の先で地面を平滑にならします。こうして薄高くなった中央部のリアルサンドを周辺に均等にならしていくんです。このように指の入りにくい部分のならし作業は筆でやるしかないんですね。踏切の土台や軽電箱の土台付近にサンドが集まりすぎないようにするんです。はい、指が出てきました。指で鳴らせるところは何といっても指でやるのが一番なんですよ。このように指と絵の具の筆を交互に使いながら作業を進めます。こんな感じです。僕のジオラマは周囲にプラ棒の縁が仕込んであるの分かりますか？これはちょっと不自然なんですが、リアルサンドを巻いた時に周囲にこぼれないための手段なんです。さあ、リアルサンドを平滑にならし終わったらボンド水溶液を浸透させます。そうそう、今度ボンド水を巻く時には霧吹きをやってみるようなことを言っていて、すっかり忘れてしまいました。相変わらず界面活性効果が弱く、ボンド水が玉になってからリアルサンドに染み込んでいく様子がわかります。今回もこんな調子での作業ですが、ご勘弁ください。ようやくボンド水が染み渡ると、あとはどんどん染み込んでいきます。この後パウダーで雑草を表現するので、ボンド水はこのように少し多めに流しておきます。そうしたら地面に雑草が生えている表現をするので、ボンド水の上に緑系のパウダーを撒いていきます。人が歩くところ、歩かないところなどを想定しながらパウダーを撒くと、とてもリアルに見えるんですよ。こうやって地面部分にくまなくグリーンパウダーが撒けたら、今日の作業は終了です。それでは一昼夜待って乾かすことにいたしましょう。翌日、リアルサンドは見事に乾いて、なかなか嬉しい地面が出来上がっていますね。これで仮の地面、つまりプラ板がむき出しの部分がなくなって、風景的にはほぼ完成です。真っ黒な古線橋も大きなご神木もジオラマにすっかり溶け込んでくれました。今度は反対側から見てみましょう。公園と池もすっかりジオラマの一員になっていますね。この辺りの駅前部分は以前のプラ板ジオラマから引き継いだ部分が多いですね。ただプラットフォームに人がいないのと、新規作成した街角に人がいないので街に活気がありません。次回最終回は街の至るところに人や自動車、看板、電柱などの小物を取り付けることで街に活気が出てくる様子をご覧に入れましょう。こんな風にある商店の人が温泉に何かを配達しに来たようです。駐車場に自転車を止めて毎度ありって感じですかね。街角や公園に人を置いたら、当然プラットフォームにも電車を待つ人が欲しいですよね。駅で電車を待つ人や無人のベンチや駅には屋根なんかも取り付けていこうと思います。本日はこれで終わりです。次回はかけ湯温泉街活性化作戦、お楽しみに。それでは我が家のジオラマ収納ケースとしてご紹介しているニトリのベッド下収納ケースに制作したジオラマを収納している画像を紹介しながらお別れしましょう。電吉クラブはこうしたジオラマ制作の様子や、僕が46年間に収集してきた鉄道模型を紹介しながら、かつての名列車や車両にまつわるお話で鉄分を補給していただくチャンネルです。もし動画が気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。この後画面の中央に157系鉄分マークが出てきますので、それをタップすれば登録できます。それから動画の評価やコメントもとても楽しみにしております。ベルマークのオンも
お願いいたします。またお目にかかりましょう。